愛媛県佐田岬の先端には佐田岬灯台と砲台跡があります。伊方町によって観光客向けに立派すぎる完全舗装の遊歩道が整備されています。しかし佐田岬半島は全長40キロにも及ぶ日本一細長い半島です。そのためアクセスに時間がかかるため訪れる人は決して多くはありません。ここは佐田岬半島の尾根上を貫く国道197号線の終点の駐車場です。ここから遊歩道を進んで、まずは展望台と佐田岬灯台を目指します。この国道197号線ですが、愛称を佐田岬メロディーラインと言います。もともとは潮騒や野鳥のさえずりなどの自然の音がいろいろ聞こえることをイメージして名付けられました。途中にある道の駅瀬戸農業公園前の直線コースをだいたい時速50キロぐらいで走ると、みかんの花咲く丘を奏でる音響道路となっています。思わずみかんの花が咲いていると口ずさみたくなります。ちなみにこの音響道路のあたりの陸地の幅は半島西端部を除くと最も短く、わずか800メートルちょっとしかありません。なんという細さ。諸島とはいえノジギク、ツワブキ、ハゼトウナといった花が今は盛りと咲いていました。この遊歩道ですが、もともとは旧陸軍が砲弾などを運搬する電動車を走らせるために作った線路だったそうです。終戦前にはこの狭い岬に1000人もの兵士が暮らしていたとのことですので驚きです。一旦道は標高を下げて海岸近くに下ります。トイレのあるこの広場には軍司令部がかつて置かれていたそうです。この場所を利用してキャンプ場が開設されていましたが、今は廃止となっています。この半島のすぐ北側には中央構造線という関東から九州まで続く第一交代が並行して走っています。この辺りでは海中に沈んでいます。実はその影響でこのような細長い形の半島になりました。この第一交代の南側のところどころで緑色片岩という薄い緑色をした結晶が折り重なっている美しい岩石が露出しています。今歩いているこの佐田岬半島のほとんどはこの緑色片岩でできているそうです。この辺りは美しい岩がよく観察できますね。遊歩道の両側に繰り返し現れる石垣もすべてこの緑色片岩が積まれてできています。佐田岬半島周辺で産するものは伊予の青石と呼ばれ、さまざまな場所で庭石や石垣として利用されています。イノシシ注意の看板がありますが、地元の方によると最近はイノシシの出没は確認されていないとのことでした。確かにこの時は土を掘り返した後などのイノシシの痕跡は見られませんでした。灯台に行く前に椿山展望台に立ち寄ってみます。やぶつばきのトンネルです。イヌビワやトベラの木も多いですね。
椿山の中腹には早速戦争遺構が現れました。資材や単焦塔という装置を格納する施設だったそうです。灯台の向こうには大分県佐賀関とその手前の高島が見えますね。豊予海峡に見える潮目もはっきりしていて、かなりの急流であることがわかります。よく見ると潮目の周辺にたくさんの漁船が出ていますね。潮目のあたりに魚が集まるようです。佐田岬半島は緑色片岩でできていると先ほど説明しましたが、実はこの佐田岬灯台が載っている岩石だけは泥質片岩という少し黒っぽい岩などだそうです。この佐田岬灯台ができたのは1918年大正7年です。砲台群よりは歴史が古い建物です。第二次世界大戦中に米軍機の砲撃を受けた弾痕も残っているようですが、確認はできませんでした。2017年には国の登録有形文化財になっています。風が強いため周辺のハマシサカ木やイブキの木は丈が伸びないようです。佐田岬砲台はこの佐田岬半島先端部に位置し、豊予海峡防備のため1924年より整備されました。1945年終戦とともに廃止。その後長らく放置されていましたが、2017年になって伊予町がそのうち最も岬の先端にある第4砲台を観光用に整備しました。正面に見えるのは今は陸続きになった三籠島です。地元では大島と呼ばれ、地形図の表記もそうなっています。手前はかつて漁協が一時的に捕獲した魚を蓄えていた蓄養池です。今は使われていませんが、外海とつながっているので池の中を泳ぐ魚の姿を見ることができます。こちらが第4砲台の入り口です。
下通路は今は頑丈なコンクリートで補強されています。このように洞窟内に砲台が設置されているため急行式と言われています。レプリカの38式12センチ榴弾砲が設置されています。製作した伊方町さん、気合が入ってますね。岩ツバメらしき小鳥がたくさん飛行しています。ここで越冬しているのでしょうか。こちらはトンビです。ダイヤモンド佐田岬灯台、ちょうど朝日がバッチリかかってますね。ここは佐田岬灯台や大分県側の佐賀関を望む展望台です。これは十和の日と呼ばれる灯台を望むモニュメント。豊予海峡を挟んだ大分県側の対岸に佐賀関がよく見えますが、かつて佐田岬と尾根続きだった山脈の一部が海中に没して豊予海峡となっています。この佐田岬、時間をかけて訪れるだけの価値のある爽快な景観が広がっていました。一方で昭和の歴史を実感できる場所でもありました。伊方町が整備しているアクセス道路や駐車場、そして遊歩道も本気度が感じられました。ぜひ一度は訪れてみることを強くお勧めします。歩いて旅する日本チャンネルでは今後も続々と本物の秘境を紹介していきます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。